あのちゃんが芸能界に入るきっかけは復讐心。あのちゃんといえば独特な喋り方と華奢で不思議ちゃんのイメージだが、本業はアーティストでライブでギターを弾き歌う姿は力強く、テレビとは全く別人の姿になるのだ。そんなあのちゃんの中学生時代は、男の子にゴミを毎日投げられ、お前みたいなバカは幸せになれない消えろなど言われ、ひどいいじめに遭っていたのだ。次第に不登校になり、親が食事を部屋の前まで運び、天井を見つめるだけの引きこもり生活に焦りを感じ始めたのだ。その時たまたま Twitter のメンバー募集を見かけ、いじめたやつを見返してやると怒りと復讐心で応募したのだ。自身の楽曲「涙くん今日もおはよう」は当時の気持ちを込めて作詞した曲なのだ。ポップな曲に仕上がっているが、辛い過去が隠された復讐の歌なのだ。1分でわかる松本人志性加害疑惑。12月27日発売週刊文春の記事によると、8年前の2015年松本人志はスピードワゴンの小沢和弘に女性を集めさせ、六本木の超高級ホテルで松本人志らが参加する飲み会を開催したのだ。松本らはゲームと称して順番に2人きりにして性的な行為に誘導していったのだ。この時松本は全裸でいきなりキスして「俺の子供産めや」などの性行為を迫ってきたと女性の証言を掲載したのだ。この記事について松本が所属する吉本興業は、当該事実は一切なく本件タレントの名誉毀損です、今後法的措置を検討していく予定ですとコメントしているのだ。松本人志本人は X で、いつやめてもよいと思ってたんやけどやる気が出てきたなと投稿しているのだ。1分でわかる松本人志芸能界引退説。性加害告発クープを他メディアは保護黙殺。吉本への忖度発動かとネット上では疑問の声が上がっているのだ。しかし海外や SNS では次々と報道拡散されており、真偽はどうあれスポンサー離れが加速しているのだ。事実最近放送された酒のつまみになる話やダウンタウンデラックスの CM が明らかに減っているのだ。さらに被害者女性と小沢の LINE のトーク画面が流出。そのトーク内容に松本の名前もしっかり載っており、何らかの飲み会が開催されたのは事実のようなのだ。真偽は不明だが他の女性からも次々と被害の声が上がっていて、現状ジャニーズ問題によく似ており、このまま引退に追い込まれるのではと噂されているのだ。他にも松本は尊敬するシンステのように芸能界に嫌気がさしたと、あっさり引退するのではとも噂されているのだ。堂本剛、桃高菜子電撃結婚。KinKiKids の堂本剛と桃色クローバー Z の桃高菜子が1月11日に結婚したことを電撃発表したのだ。現役トップアイドル同士の結婚は極めて異例だが、幅広く祝福の声が相次いでおり、業界内からも驚きの声が上がっているのだ。2人は複数回バラエティ番組などで共演し、2016年に堂本剛が作詞作曲した楽曲をももクロに提供するなどの接点がある程度で、今までも週刊誌などで2人の熱愛が報じられたことはなかったのだ。そのため双方のファンからはアイドルの鏡のような結婚と2人のプロ意識を褒めたたえる声も多く上がっていたのだ。さらに15歳という年の差結婚ということもあり、 X のトレンドには年の差婚というワードが入ったのだ。令和ロマン M1 グランプリ2023優勝。2023年度の M1 王者になった令和ロマンは高平車と松井煙のコンビで慶応義塾大学のお笑いサークルで出会ったのだ。サークルの飲み会でたまたま2人になり、そのまま結成されたのだ。結成時のコンビ名は魔人武骨で、芸歴1年目で吉本無限ホールのファーストクラスメンバーへ昇格したのだ。ちなみに1年目での昇格は異例の速さなのだ。新元号の令和が発表されたタイミングで令和ロマンに改名すると発表したのだ。 M1 グランプリには NSC 在学時から出場しており、結成6年目で初めて決勝に進出し優勝を勝ち取ったのだ。松井煙の父親は大和証券グループ本社の副社長で、年収は1億8000万、総資産は26兆円。全然笑えないのだ。江頭2時50分が東日本大震災で取った行動。 NHK で福島に救援物資が届いていないこと、トラックが被爆を恐れ引き返してしまうことを知り、俺が行くしかないと単独で物資を送る決意をしたのだ。しかし当時の江頭はトラックもお金もなく、とても物資を届けるどころではなかったのだ。レンタカーを訪ねるが全て断られ、
知人を頼りなんとか1台借りることができたのだ。救援物資はコストコに電話をして、お金はかかるが必要なものは全部用意しますと協力してもらえたのだ。出頭は運ぶで20万円借り、多くの支援物資をトラックに乗せて被災地まで向かったのだ。なんとか到着し物資も無事届け、帰ろうとした時、江頭さんですよねとバレてしまい人が集まったので、遅くなってすまんと一ネタ披露し、極限状態で不安だった人々に物資と一緒に笑顔も届けたのだ。かまいたち、アル中に借金、壮絶な過去。コンビ結成3年後 ABC 新人賞を受賞するが、期待するほど仕事は増えなかったのだ。その後レギュラー番組が始まるが、視聴率が伸び悩みわずか1年で終了。特に濱家がひどく荒れ、毎晩酒を飲み365日酔っ払い状態で、数少ない仕事も寝坊を繰り返し、完全にアルコール依存症だったのだ。その後も濱家は酒を飲むために借金を重ね、次第に体も壊し痛風を患ってしまうのだ。そんな状況にもかかわらず山内は濱家に一切文句も言わず、売れないのは自分の書くネタが面白くないからだと自分を責めネタを書き続けたのだ。周りから見ればいつ解散してもおかしくない状態だったが、結局一度も山内から文句を言われることなく解散することはなかったのだ。論破王ひろゆきは宇宙語をしゃべる2チャンネル創始者で元管理人のひろゆきこと西村博之は、議論して相手の考えを破る論破に長けた論破王として知られているが、ひろゆきの彼女という笠井くんというか妻の話によると、おっぱおっぱーなど謎の宇宙語を話すらしいのだ。返事の代わりにはモフとカムフで、一番多いのはシュッシュなのだ。例えば奥さんがコーヒー飲むと聞くと、ひろゆきがシュッシュと返答、コーヒーを持っていくとシューと反応するのだ。話し方は外に出ているイメージよりだいぶ可愛いらしく、 YouTube を配信スタートするときにはオイラの魔法装屋さんになるポンと一言言って開始するのだ。奥さんはこの宇宙語を10年間聞いていて、語尾のトーンの雰囲気でひろゆきの機嫌がわかるという宇宙一無駄なスキルを習得したのだ。綾瀬はるかスパイ容疑で拘束される2006年のある日のこと、ニュージーランドの空港で若いアジア人の女性スパイが空港に来るという情報が流れ、厳重態勢が取られていたのだ。もちろんそんなことは知らず撮影で空港に立ち寄ったのだ。そしてセキュリティゲートを通った時、綾瀬は空港職員に止められたのだ。止められた理由は彼女の背中に何か不審なものが貼り付けられていたからだったのだ。そして彼女に命じたのは服を脱げだったのだ。英語が全く喋れない綾瀬はうまく説明もできず従うしかなかったのだ。そして裸になって背中に貼ってあった不審物が押収され、これは何だと聞かれても綾瀬は理解できず、ホットホットと必死に弁解したのだ。爆発物の可能性がある中、ホットホットと繰り返すアジア人女性はやべえやつと判断され拘束されるのだ。ちなみに背中に貼ってあった不審物は北海道なのだ。